明日への期待や希望を持っていますか？明日天気になれ。石川啄木。明日天気になれ。この言葉にどんな思いを抱きますか？石川啄木のこの言霊は、明治から大正という激動の時代に生きた彼が紡ぎ出したものです。そこには、日々の苦悩や葛藤の中で、それでも明日に希望を託す啄木の強い思いが込められています。皆さん、こんにちは、こんばんは。今回は、石川啄木の言霊、明日天気になれを紹介していきます。石川啄木は、日本文学史に名を残す詩人であり歌人。短い生涯ながら、数多くの詩や短歌を通じて、多くの人々の心を動かしてきました。彼の作品には、生活の苦しさや時代の変化に対する不安がにじみつつも、明日への小さな希望や愛情が常に存在しています。この明日天気になれという言葉も、彼が生きた時代の不安や苦難の中で生まれた希望の光そのものです。この言霊は、今を生きる私たちにも多くの示唆を与えてくれます。どんなに不安や困難があっても、明日への期待を持ち続けることが人生を前に進める力になる。啄木はそんなメッセージをこの言葉に込めたのではないでしょうか。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それではまず石川啄木のルーツを探るところから始め、言霊が生まれた背景を探っていきます。言霊よ、あなたの心に響け。こんにちは、カミルです。今日は石川啄木さんについて詳しく教えてください。明日天気になれって希望を感じるけど、啄木さんはどんな人生を送ってきたんですか？いい質問だね。啄木は1886年に岩手県盛岡市で生まれたんだよ。岩手って自然が豊かで美しいイメージがありますね。その通り、盛岡は四季折々の自然に恵まれていて、啄木が幼い頃に目にした風景や季節の移ろいは、後に彼の詩や短歌に色濃く反映されているんだ。でも啄木の家庭環境は恵まれていたわけではなかったんだよ。どんな家庭だったんですか？啄木の父親は浄土真宗のお坊さんだったけれど、寺の運営がうまくいかず、家庭は経済的に厳しい状況だったんだ。それでも啄木は幼い頃から本が好きで、寺にあった仏教書や文学書を読み漁ることで知識を広げていったんだよ。読書を通じて培った豊かな想像力と表現力が、後に彼の文学の基礎となったんだ。お坊さんの家で育ったなら、道徳とか哲学に触れる機会も多そうですね。そうだね。彼の家では仏教の教えや道徳に触れる機会が多く、これが彼の感受性や言葉に対する鋭い感覚を育てたと言われているよ。また地域の自然と寺院の静けさに囲まれた環境が、啄木の内面的な深みを形作るのに大きく影響したんだ。彼の作品にはそんな幼少期の経験が随所に反映されているんだよ。具体的にはどんな影響があったんですか？例えば啄木の詩や短歌には自然や日常の風景が丁寧に描かれているけれど、それだけではなく人生の儚さや希望を表現する独特の視点があるんだ。これは幼い頃に感じた自然の壮大さや仏教的な思想から生まれたものかもしれないね。彼の幼少期は貧しくても、心の中には豊かな世界が広がっていたんだよ。学生時代はどうだったんですか？啄木さんは早くから詩や歌に興味を持ってたんですか？実はそうなんだ。盛岡中学校に進学した頃から詩や文学への関心を強めていったんだよ。啄木は特に言葉への感受性が強く、教科書や文学書の一節を暗記するほど熱心に読み込んでいたんだ。特に明治時代の文豪たちの作品を読み漁り、自分でも詩や短歌を書くようになったんだよ。明治の文豪って、例えば夏目漱石さんとか？そう、啄木は漱石や森鴎外、さらに島崎藤村といった作家たちの作品に大きな影響を受けたんだ。彼らの描く時代の息吹や人間の心の奥深さに感銘を受け、自分でもそのような表現を目指したんだよ。さらに啄木は文学仲間を集めて自分たちで雑誌を作るような活動にも取り組んでいたんだ。この頃から
彼は言葉で人を動かすという目標を抱いていたんだよ。めっちゃ行動派ですね。その頃から将来は作家になろうと思ってたんですか？そうだね。卓木は自分の才能に強い自信を持っていて、若くして天才と呼ばれることを夢見ていたんだ。彼は友人や教師に自分の詩や歌を見せて意見を求めたり、自分の作品を発表する機会を積極的に探していたんだよ。でも人生はそう簡単じゃなかったんだ。卓木の家庭の経済状況や文学の道で生きることの困難さが次第に彼の人生を試練へと向かわせたんだ。それでも彼の中には言葉で未来を切り開くという熱い情熱が常に燃え続けていたんだよ。卓木さんが生きた明治から大正の時代ってどんな感じだったんですか？当時の日本は明治維新を経て近代化が進んでいたんだ。鉄道や工場が次々と建設され、西洋文化が流入し、人々の暮らしは大きく変わっていった。でもその裏で貧富の差が広がり、農村では貧困に苦しむ人々が多かったんだ。都市部でも労働者たちは厳しい労働環境の中で必死に生活を支えていたよ。卓木さんの家も貧しかったんですよね。そう、卓木の家庭は寺の運営がうまくいかず、経済的に困難な状況だったんだ。彼は文学で成功して家族を救けようと強い決意を持って上京したけれど、東京での生活も楽ではなかった。出版社でのアルバイトや翻訳の仕事をしながら詩を書き続け、生活費を捻出する日々だったんだよ。卓木の短い人生の中で常に彼を苦しめていたのは貧困という現実だったんだ。それでも詩を書き続けたんですね。そうだね。卓木は自分の苦しみや不安をそのまま作品に昇華させる力を持っていたんだ。彼の短歌には日常の些細な出来事や感情が繊細に描かれているけれど、その裏には深い苦悩と、それでも前を向こうとする強い意志が感じられるよ。明日天気になれという言葉もまさにそんな希望の象徴と言えるんだ。だからこそ明日天気になれみたいな希望の言葉が出てきたのかもしれませんね。その通り、卓木はどんなに厳しい状況にあっても明日に少しでも希望を抱くことの大切さを知っていたんだ。彼の作品には自分と同じように苦しむ人々への共感があふれていて、それが多くの人々の心に響いたんだよ。明日天気になれという短い言葉の中にもそんな思いが込められているんだ。明日天気になれって希望に満ちた言葉だと思うんですけど、どんな心情が込められているんですか？いい質問だね。卓木は人生の中で多くの困難を経験したけど、決して希望を捨てなかったんだ。この言葉にはどんなに辛い日々でも明日はきっと良くなるという彼の強い願いが込められているよ。彼が抱えた貧困や不安、孤独といった感情の中でも明日という未来に希望を託す姿勢がこの言葉の背景にあるんだ。日々の苦しみの中でも希望を見出そうとしたってすごい前向きな姿勢ですね。そうだね。卓木の短歌や詩の多くは自分の苦しみや弱さを隠さず描くんだけど、その中に一筋の光を見つけ出そうとする姿勢が常に感じられるよ。例えば「他は群れに母を背負いしてそのあまり軽きに泣きて三歩歩まず」という短歌では、自分の境遇の辛さや母への愛情を包み隠さず描きつつ、そこには家族を思う温かい心や未来へのわずかな希望も感じられるんだ。明日天気になれもそんな卓木の人生観が凝縮された言葉と言えるよ。この短い言葉は決して派手ではないけれど、だからこそ誰の心にも響く普遍的なメッセージを持っているんだ。彼の人生が厳しかったからこそこの言葉に深みがあるんですね。その通りだね。卓木は人生の苦しみをそのまま受け入れるだけでなく、それを乗り越える希望を詩や短歌で表現することで自分自身を奮い立たせ、また同じように苦しむ人々の心に寄り添おうとしたんだ。明日天気になれという言葉は彼自身だけでなく、未来を信じたいと願うすべての人々へのエールでもあるんだよ。卓木さんはどんな生活を送っていたんですか？この言葉が生まれた背景に何か関係がありますか？卓木は家族を養うために職を転々としながら常に貧困に苦しんでいたんだ。彼は一時新聞記者や教師として働いたけれど、
どの仕事も長く続けられなかった。東京に出た後も家賃の支払いに困るほどで、友人たちの助けを借りながらなんとか生活をつないでいたんだよ。病弱な体と不安定な収入の中で、彼は心身ともに疲弊しながらも詩や短歌を紡ぎ続けたんだ。それに加えて当時の日本は明治から大正へと移り変わる激動の時代。産業が発展し都市化が進む一方で、地方の農村では貧困が深刻化していた。都市部でも労働者たちは長時間労働や低賃金に苦しみ、社会全体が経済的な格差や不安定さに揺れていたんだ。こうした時代の中で啄木のように苦しい生活を送る人々は少なくなかったんだよ。そんな大変な時代の中でこの言葉が生まれたんですね。そうなんだ。啄木自身も社会の中で自分の存在意義や文学者としての役割を模索し続けていたんだ。明日天気になれという言葉には、日々の困難や不安を抱えながらもそれを乗り越えようとする啄木の強い意志が込められているよ。彼は苦しい生活をただ嘆くだけではなく、それを言葉の力で消化しようとしたんだ。この言葉にはどんなに厳しい現実があっても、明日という未来には希望があると信じたい啄木の心情が現れているんだ。彼の言葉が当時の多くの人々に共感を呼んだのも、その背景があるからなんですね。その通り、啄木の詩や短歌は社会の底辺で苦しむ人々の心情を代弁し、共感を呼ぶものだったんだ。彼自身の苦難が同じように苦しむ人々にとっての希望の光となったんだよ。明日天気になれは、啄木がそんな時代を生き抜いた中で生まれた普遍的なメッセージなんだ。明日天気になれって当時の人々にも共感されていたんですか？もちろんだよ。この言葉は啄木の個人的な願いであると同時に、時代を生きる多くの人々の心に響いたんだ。当時の日本は社会の急激な変化や経済的不安定さで、多くの人が苦しい生活を送っていた。特に啄木のように都市部で貧困に苦しむ人々や地方で生活に困窮する農民たちにとって、明日天気になれという言葉は現実の苦しみを超えて明日への希望を抱く力を与えるものだったんだよ。貧しい人々や社会に不安を抱える人たちにとって、明日天気になれは自分たちの思いと重なる部分があったんですね。その通りだね。啄木の短歌や詩の特徴は、華やかさや意向を追求するのではなく、日常の中で生まれる感情や小さな希望をそのまま言葉にするところにあるんだ。明日天気になれという短い言葉にも、彼の素直な思いが込められているからこそ、多くの人が自分の気持ちと重ね合わせることができたんだよ。それは啄木自身が同じ苦しみを抱えながらも希望を見出そうとした人間だったからこそできたことなんだ。だからこそ多くの人の心を動かす力を持っているんですね。そうだね。啄木の言葉は個人の感情を超えて当時の社会に生きる人々を励まし支えるものだったんだ。それだけでなく、明日天気になれというシンプルで普遍的なメッセージは過去の言葉でありながら、今の私たちにも強く響いてくるよ。現代でも仕事や生活の中で疲れを感じるときや未来に不安を抱くときに、この言葉がふと心に浮かぶことで少し前向きな気持ちになれるんじゃないかな。なんだか晴れやかな気持ちになってきました。この気持ちを未来に生かすために、具体的な内容をもっと話し合ってみたいです。素晴らしいね。明日天気になれという言葉を日常の中でどう活かせるかを考えることで、きっと自分や周りの人の気持ちを明るくするきっかけになるはずだよ。それでは次のステップに進んでみよう。ハミルさん、やる気に満ちているね。ではテーマをいくつか考えてみたから、話し合いたいものを選んでね。逆境の中で希望を持つ力。啄木がどんなに厳しい状況でも明日天気になれと希望を歌い続けたように、私たちも逆境の中でどのように前向きな気持ちを持つことができるのか、一緒に考えてみよう。未来への楽観的な視点を養う。啄木の言葉から学べるのは、未来を信じることが日々の力になるということ。困難な状況の中でも明日はきっと良くなると信じる姿勢が、どれほど人生を豊かにするのかを掘り下げてみよう。簡単な目標を立てて日常に取り入れる。明日天気になれという言葉が象徴するのは、
小さな一歩の積み重ねの大切さ、簡単な目標を立てて、それを毎日の生活にどう取り入れていくかを具体的に話し合ってみよう。未来への楽観的な視点を養うがいいです。明日天気になれって、未来を信じる気持ちがすごく伝わる言葉だと思います。でも、私たちも未来に楽観的になるには、どうすればいいんですか？いい質問だね。未来に楽観的な視点を持つことは、困難に負けず前に進む力をくれるんだよ。明日天気になれには、どんなに辛い日が続いても、次の日が良い日になるかもしれないって信じる力が込められているんだ。でも、今がすごく苦しい時に、楽観的になるのって難しいですよね。確かにそうだね。だからこそ、少しずつ意識を変える方法を学んでいくことが大切なんだ。今日は、未来に楽観的な視点を持つための3つのヒントを紹介するよ。1、過去の成功を思い出す。過去の成功ですか？それって、どういう意味ですか？ハミルさん、これまでにもう無理かもと思ったけど、頑張って成功した経験ってある？あります。テスト勉強で全然間に合わないって思ったけど、計画を立て直してなんとか乗り切れたことがあります。その経験こそ、未来に楽観的な視点を持つ鍵なんだよ。過去の自分が乗り越えたことを思い出すと、今回もなんとかなるかもって気持ちになれるんだ。2、小さな一歩を踏み出す。小さな一歩って、具体的にはどんなことですか？例えば、明日の天気が良くなってほしいと思うなら、まずは窓を開けて新鮮な空気を感じるとか、少し散歩に出てみるとかね。大きなことを変える必要はなくて、少しだけ行動を起こすことが大切なんだ。確かに、それなら私にもできそうです。3、他人と前向きな話をする。どうしてそれが楽観的になるのに役立つんですか？自分一人で悩んでいると、どうしても暗い考えにとらわれがちになるよね。でも、誰かと前向きな話をするだけで、気分が変わることってない？あります。友達と励まし合うと、頑張ろうって気持ちになります。そう、ポジティブなエネルギーは他人からもらうこともできるんだ。だから、話す相手や話題を意識してみるといいよ。未来への楽観的な視点を養うために、今日は3つのヒントを紹介したよ。1、過去の成功を思い出す。2、小さな一歩を踏み出す。3、他人と前向きな話をする。これなら私もすぐに実践できそうです。ちょっとずつ未来への希望を見つけていきたいです。そうだね。明日を信じることは自分を信じることにつながるんだよ。みんなもこの3つのヒントを試してみてね。見てくださった皆さんは今回のお話をどう感じましたか？コメント欄であなたの考えを聞かせてください。今日はありがとうございました。ここまでご覧いただきありがとうございました。ここでもう一度あなたに問いかけます。明日への期待や希望を持っていますか？石川啄木の言霊、明日天気になれは未来を信じる気持ちの大切さを教えてくれましたね。どんなに厳しい状況でも希望を持つことで次の日が明るくなる可能性を信じる力が湧いてきます。今回の動画では啄木の生涯や背景を振り返りながら彼の言葉が私たちにどのように響くかを考えてきました。そして未来に楽観的な視点を持つための3つのヒントをご紹介しました。1、過去の成功を思い出す。2、小さな一歩を踏み出す。3、他人と前向きな話をする。これらのアプローチが皆さんの日常に少しでも役立つことを願っています。未来への期待や希望を持ちながら今日という日を大切に過ごしてくださいね。心に響く言霊コレクションではエネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。あなたの心に少しでも響いていましたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。そしてコメント欄でご紹介した言霊についてやり取りできれば幸いです。それでは良い一日をお過ごしください。
次回の動画の言霊もあなたの心に響け。